皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。今回はケーキの描き方3選ということで3種類のケーキの描き方を紹介します。そのケーキたちがこれ。それぞれの絵のタッチも違いますが、技術的にも初級、中級、上級に分けられます。このケーキは初級者向けです。初歩的な道具と技術を使ってシンプルに描く方法をお伝えします。ちょっとしたコツがありますよ。この水彩画タッチのケーキは中級者向け。Adobe Fresco 独自の水彩ブラシを使って少し雰囲気の違う絵の描き方を紹介します。そしてこのリアルなケーキ、どのような手順で描くのか、ポイントは何かを具体的に解説します。リアルな絵を見た時に人の脳では何が起こっているのかというお話もするので、自分はこんなの描く必要ないよという方でも参考になると思います。このチャンネルではこういった内容の動画を配信しています。役に立ちそう、見たいと思った方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではスタート。まずは鉛筆で下書きをします。参考になる写真を見ながら描くといいと思います。今はこの写真を見ながら描いています。下書きはあまり難しく考えないでください。写真の通りにしなきゃなどとは考えずに、大体の形が取れていれば OK です。クリームの形も適当でいいですよ。下書きができたら次に線画です。下書きレイヤーの不透明度を下げます。その下に新しいレイヤーを作ります。ブラシはピクセルブラシのスケッチからペンを選びます。ここでちょっとしたコツです。ペンブラシは筆圧で太さが変わるのですが、何も設定しないとこんな感じです。この筆圧の変化を大きくします。ブラシ設定から筆圧変化を選んで、サイズを 100% にします。すると、こんな感じで筆圧によって大きく変化するようになります。これで線画を描いていきます。色はこんな感じ。下書きに沿って描いていきますが、あまりきっちりと描かないようにします。こんな感じで途中で途切れさせたり、筆圧で線の太さを変えたり、楽しく遊び心を持って描いていきます。できたら下書きレイヤーを非表示にします。次に色を塗っていきます。線画レイヤーの下に新しいレイヤーを作ります。ブラシはピクセルブラシの汎用からハード円を選びます。筆圧で変化せずにフラットに塗れるブラシです。まずはイチゴから。色はこんな感じ。次にクリームの影。それからスポンジの部分。ケーキの中のカットイチゴ。スポンジの色より少し明るい色を選んで、スポンジのつぶつぶを表現します。イチゴにハイライトを入れます。最後に影を描きます。完成しました。どうでしょうか？簡単な手順で可愛いイチゴが描けました。使った色をここに載せておきます。参考にしてみてくださいね。まずはこの下書きをもう少し書き込みます。レイヤーの不透明度を下げて、新しいレイヤーを作り、鉛筆で描いていきます。クリームの形をしっかりと描きます。影になる部分を描いていきます。写真を参考にして影の形を作ってください。あとは形をなぞるだけでいいと思いますが、あまりまっすぐな線は描かないようにします。食べ物の線は少し歪んでる方が美味しそうに見えます。改めて下書きができました。新しいレイヤーを作り、そこに背景を塗ります。ブラシはライブブラシの水彩から水彩ウォッシュソフトを選びます。色はこのくらい。ブラシのサイズと流量を調整します。流量とは
絵の具が出る量といった意味合いでしょうか。薄めにしておきます。水彩ブラシは Adobe Fresco が持つすごい特徴です。本物の水彩のように滲んで混じり合っていきます。こんなにすごいブラシがあって、アプリは無料ですからね。本当にすごいです。iPad をお持ちでお絵描きをしたい人は、ぜひ一度試してみてください。では、色の下塗りをします。新しいレイヤーを作って、ブラシはハード円にします。まずは上に乗っているクリーム全体を白く塗りつぶしていきます。また新しいレイヤーを作って、今度はイチゴの部分を塗りつぶします。次にまた別のレイヤーにクリームの全面の部分。カットイチゴは先ほど塗ったイチゴと同じレイヤーに塗っておきます。そしたらまた新しいレイヤーを作って、スポンジの下塗りをします。新しいレイヤーを作り、下書きレイヤーの不透明度を下げて、クリームの影を塗ります。はい、下塗りができました。こんな感じで、それぞれのパーツごとにレイヤー分けをしておきました。このレイヤー分けがとても重要なんです。では、水彩タッチをつけていきます。まずはこのクリームの影の部分から、このレイヤーの上に新しいレイヤーを作って、それをクリッピングします。そうすると下のレイヤーに描かれている部分からはみ出しません。ブラシを水彩ウォッシュソフトにします。では自由に色を選んでタッチをつけていきます。次にクリームの正面の部分。先ほどと同じように上に新しいレイヤーを作ってクリッピングします。水彩タッチをつけていきます。イチゴも同じように着彩します。このイチゴに追加で色をつけたいけど、このままつけると滲みすぎるので、一度レイヤーを乾かします。そうするとあまり滲むことなく、追加でタッチをつけることができます。イチゴのつぶつぶを描くのを忘れていました。別のレイヤーに描いたら、今までと同じやり方で水彩タッチをつけます。スポンジにも同じようにタッチをつけます。このようにレイヤー分けをしておくことで作業がとてもやりやすいですよね。次にスポンジのつぶつぶを描いていきますが、コツがあります。新しいレイヤーを作ってクリッピングします。このレイヤーの描画モードを定山にします。定山とは掛け合わせるという意味です。塗った色がそのまま透明になって下の色と掛け合わされるモードです。ブラシは水彩ウェット羽にします。こんな感じでランダムにつぶつぶのタッチをつけることができます。できたらもう一つレイヤーを作ってクリッピングします。このレイヤーの描画モードをスクリーンにします。スクリーンとは定山の逆の効果で色が明るく掛け合わされるモードです。これで明るい色のつぶつぶをつけていきます。カットイチゴにもタッチをつけます。スポンジのつぶつぶレイヤーの不透明度を少し下げてなじませます。はい、完成しました。水彩タッチの雰囲気のある絵が描けましたね。上級編ではリアルなケーキを描いていきます。手順は中級編と全く同じです。まずは下書きを描いています。ブラシは鉛筆。リアルな絵を描くには形をできるだけ正確に描く必要があります。形が崩れていたりバランスが悪いとリアルには見えません。なるべく正確に描くためにグリッドを配置して描いています。参考写真にも同じグリッドが配置されています。また線はあまり大胆に引かずに細かく区切って描いていきます。
グリッドに合わせて細かく区切って描く。これが形を正確に描くコツです。次に色の下塗りをします。ブラシはハード円。絵をリアルに描くには正しい色を選ばなくてはなりません。色の下塗りとは下地の色を選んで均一に塗ることですが、この下地があることでこの先の色を正しく選ぶことができます。まずは基本の色があって、そこを基準に正しい色を選ぶのです。そうすることで効率的に色選びをしながら描き進められるし、最終的に絵に厚みが出ます。書き込みをしています。ブラシは鉛筆。鉛筆を使って角度や筆圧の調整をしながら細かく書き込んでいきます。絵をリアルに描くために必要なことをお伝えしています。これらは明確な学術的裏付けがあるものではありません。様々な記事や文献を読んだ上で私の考えも織り交ぜてお伝えします。これまでお話をしたのは、下書きで正確な形を取る、下塗りで正しい色の下地を作る。では、この書き込みの段階で必要なことは何でしょうか？それは情報量の詰め込みです。どういうことでしょうか？初級編、中級編と絵の描き方を紹介しました。どちらとも省略してデフォルメさせた絵でしたよね。あんな感じでシンプルにデフォルメされていてもケーキというのはわかります。それはなぜでしょうか？それは人の脳がそういう風に判断をしているのです。いくらシンプルに描いても最低限の情報さえあれば人の脳はそれが何かを判断します。この情報だけで人の顔とわかる。ケーキもなんだったらこれだけでケーキとわかる。このように記号のような絵で物を判断できるのは人間だけと言われているようです。なぜかというと人間には言葉があるからです。人、ケーキのように言葉と一緒に物を覚えておけるので、絵の情報は最低限のものでも判断できるのだそうです。またそれは人の生存戦略でもあります。世の中にあるすべてのものは超高解像度です。木には何万枚も葉っぱがあるし、ご飯のお茶碗にはお米が数えきれないくらいあります。でもそれらを見て覚えておくことはできないですよね。一目見た木に葉っぱが何枚ついていたとか、茶碗に何粒お米があったなんてことは覚えていません。それどころか、どんな形の木だったのか、どんな形のお茶碗だったのかですら曖昧です。本当にぼんやりとしか覚えていません。つまり人の脳は世の中の超高解像度な画像や映像を圧縮して超低解像度にして記憶しているのです。それを言葉と一緒に記憶しておくことですぐに取り出すことができる。人はそのようにして効率的に超手抜きをして脳を運行しています。そうしないとこの情報が溢れる世の中では脳がパンクします。そうならないために脳の中には低解像度な画像映像だけを記憶しておく。このように脳への負担を極力減らすことが生存戦略なのです。そこで絵の情報量の詰め込みです。今やっているように絵に写真や実物と同じくらいの細かい書き込みをして情報量を詰め込むとどうなるでしょうか？人の脳は混乱します。こんなに情報があるのは実物か写真のはずなんだけど、これは絵なの？絵にこんなに情報量があるなんてどういうこと？という感じで脳が混乱し、本物みたいだと感じるのです。そのようなわけでリアルな絵には情報量の詰め込みが必要なのです。このような脳の働きを頭の片隅に覚えておくことで、皆さんのお絵描きライフに何か役立つかもしれませんね。ということで、絵ができました。今回は3種類のケーキの描き方を紹介しました。ケーキは人気のある絵のモチーフです。初心者の方も初級から始めて中級にチャレンジしてみてくださいね。中級以上の方は上級の描き方、考え方が何かの参考になれば嬉しいです。今後も再現性が高く、いろいろな場面で応用できる素材の描き方を紹介していきたいと思います。これは使える、役に立つと思ったらチャンネル登録をして、通知をオンにして次の動画をお待ちください。こんな素材の描き方が知りたいという方はコメントで教えてください。最後に今回の動画が良かった、役に立ったと思ったら高評価ボタンを押してくださいね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。